この動画のあらすじ。突風の中で車中泊。車がずっと揺れているくらいの風だったけど、美味しいものをたくさん食べて大自然の中を歩き回ってとっても楽しい伊豆の旅でした。ご視聴ありがとうございます。おみつと申します。私は静岡県の東の方に住んでいて、夜勤のお仕事をしています。今日はお仕事がすごく早く終わったので、静岡県の先っちょの方、伊豆に遊びに行きたいと思います。相棒の N 番と一緒に安全運転で行ってきます。ドーンと大きい雲があるけど、すごくいいお天気です。まずは伊豆縦貫道を走って西伊豆に向かっています。今回は西伊豆に行って車中泊をして南伊豆まで行こうと思います。こんにちは。お願いします。50円のお釣りをもらい忘れそうになりました。ありがとうございます。これは ETC じゃなくて ETCX っていうところで、 ETC は使えないので現金でやり取りをしています。未だによく分かってないんですが、伊豆に行くときは小銭を持って行った方が良いです。ローソン。いきなりですがお腹が空いちゃったので、ローソンでご飯を買ってきました。サラダチキンでタンパク質を補充します。スパイファミリーとコラボレーションしてる肉まんがあったのでつい買っちゃいました。ボンドマン。なんだか可愛くて食べるのがもったいないくらい。でも普通にいただきます。一口目から具に到達したいので、できる限り大きな口で食べます。中身がチキンとクリームっていう感じでまろやかでとっても美味しいです。お腹もいっぱいになったので、引き続き安全運転でブイブイ走っていきます。しばらく森の中みたいなところを走って海に出ました。海沿いのドライブ最高。西伊豆の海、とっても綺麗なんだけど風が強くてそれどころじゃないです。風がめちゃくちゃ強くて波が岩にバーンってなってます。風に乗って水しぶきがパチパチって飛んできて、なんかサイダーみたいな感じ。よくわかんない感想ですいません。遊歩道を歩いて西伊豆の自然を満喫します。油断すると風に飛ばされちゃいそうなので気合い入れて歩きます。白い岩がとっても綺麗だなって思いました。風が強すぎてカメラを持つ手が震えております。本当は岩の先端まで行けそうだったんですが、怖くて無理でした。プシャーっていう水しぶきがなんかとっても気持ちいいです。
風が強いからかあんまり人がいなくてちょっとドキドキしてます。本当は遊覧船とかもあったんですが、波が高すぎて今日はお休みでした。乗りたいなって思ってたのでちょっと残念です。強風の中、ぐるっと一周遊歩道を歩いてきました。こういう荒々しい海はなかなか見ないので、とっても新鮮で楽しかったです。お昼ご飯は近くのお蕎麦屋さんでいただきました。金目鯛のお刺身です。伊豆といえば金目鯛。伊豆に遊びに来たら絶対に食べてもらいたいやつです。そして岩のりのお蕎麦を注文しました。お仕事の時はお昼に絶対お蕎麦を食べるくらいお蕎麦が大好きです。特産品の岩のりをトッピングしていただきます。音がズルズル言うので気をつけてください。すいません。シコシコしている麺でとっても美味しいです。岩のりの香りがさっきの力強い海を思い出させるような感じ。とっても美味しいお蕎麦でした。ごちそうさまでした。西伊豆から南伊豆まで車でだいたい50分。南伊豆で夕日を見たいなと思ったので急いで向かっています。日が完全に落ちる前に海に到着しました。途中海に遊びに行ったり寄り道をしちゃったので間に合うか不安だったんですが、なんとか間に合ってよかったです。相変わらず風はとっても強いです。思ったより寒くて車の中で震えています。綺麗な夕日が見れると思ったんですが、いいところに雲がかかってしまいました。ちょっぴり悲しい気持ちです。今日一番の突風っていう感じで立ってるのもやっとなくらいです。風が強すぎてもう髪の毛はバサバサボサです。雲の隙間からちょっとだけ見えてきました。めちゃくちゃ嬉しい。今回は雲の隙間からしか夕日は見れなかったんですが、またリベンジしようと思います。こうご期待ください。それにしてもこんなに風が強い日にお出かけしているのは初めてかもしれないです。ちょっと場所を移動してこれから車中泊をして夜を過ごします。風が強すぎてずっと車が揺れています。どこでも寝れるタイプの私なんですが、これはさすがにちょっと不安です。実は私、乗り物にはちょっと酔いやすいタイプで、風で揺れている N 版がなんだか船に似ていて船酔いをしそうな感じです。ここは
気持ちを強く持ってお夕飯の準備を始めたいと思います。風の音にちょっとドキドキしちゃう。今日はポータブル電源のジャクリーを使ってエレクトリックミスティンを動かしたいと思います。じゃん、台湾ラーメン。途中でスーパーに寄ってこれを買いました。お夕飯何にしようかなって悩んだんですが、なんかビビッとこれが目に入ったので、名古屋名物台湾ラーメンを今日は食べます。まずはトッピングするお野菜を炒めていきます。風が強すぎてカメラがグワングワン揺れてごめんなさい。フライパンをひっくり返さないように気をつけながら調理を進めていきます。適当なところで完成。あとは麺を茹でるだけなので超簡単です。お湯が沸騰するまでおとなしく待っています。台湾ラーメンってなんで台湾ラーメンっていうのかななんて思ってます。麺を入れたら3分で出来上がっちゃう。超簡単で嬉しいです。麺がふにゃふにゃになったら汁と粉を入れて、これで OK。 さっき炒めたお野菜を乗っけていきます。チャーシューもしっかり用意しておきました。そして煮卵をのせて完成です。まずはノンアルコールのバドワイザー。ノンアルコールだけどめちゃくちゃビールの味です。それではいただきます。初めての台湾ラーメン、ちょっと辛くて美味しいです。卵はゆで卵がなかったので燻製卵を買ってみました。お昼はお蕎麦で夜はラーメンで麺類ばっかりになっちゃいました。ごちそうさまでした。それではエアマットを引いて寝る準備を始めます。ほんと風が強くてずーっと車がゆら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 揺れているので、ちゃんと体が休まるか心配です。
エアマットに電気毛布を引いて、その上から寝袋をかぶって寝ます。それではおやすみなさい。明日は綺麗な朝日を見たいので、早く起きれるように頑張ります。そして朝になりました。おはようございます。しっかり起きれたんですが、車の中でおトイレをするときにちょっとトラブルがあって、日が昇るところは見れませんでした。おトイレのことはまた別の機会にお話ししたいと思います。朝日が昇る瞬間は見れませんでしたが、朝の海もとっても綺麗で大好きです。自動販売機で缶コーヒーを買って近くのお山に登ってみようと思います。お砂糖入りにするか微糖にするか悩んじゃう。間に合わないと思ったけど、いい感じの朝日を見ることができました。寒くて手がかじかんでます。すごく最高のロケーションで、コーヒーがいつもより5倍ぐらい美味しく感じます。風が強いけど最高のお散歩でした。やっぱり車の中は落ち着きます。今日は新しいだるまさんを連れてきました。水戸黄門みたいなだるまさんでとっても可愛い。去年の年末に雑貨屋さんで買ったおみくじ付きのだるまさんも持ってきました。お尻からおみくじを取り出します。手先が不器用すぎてなかなか開けられない。おみくじは小吉でした。ちょっと微妙。このみくじに合う人は穏やかな運気、家族と過ごす時間を楽しんでって書いてあります。気を取り直して朝ごはんの準備。今日の朝ごはんは簡単にホットサンドを作ります。きれいに焼けるようにバターをたっぷり塗っちゃいます。今日の具は卵サラダ。スーパーで買った卵サラダなんだけど、自分で卵を潰してから出すタイプだったみたいで、
それをちゃんと読まないで開けちゃったもんで、卵が結構ゴロゴロしてます。そしてその上にまさかの卵焼きをトッピング。今日のホットサンドは卵尽くしの卵サンドです。分厚いパンをギュッとするのが大好きなので、いい感じに具が挟まって嬉しいです。うまくギュムってできるかワクワクします。バッチリ大成功。いい感じの焼き目がついてます。ホットサンドのいい香りが車の中に充満して幸せな気持ち。早速取り出します。暑かったけど気合と根性で出しました。卵がたっぷりな断面、黄色くて可愛いです。それではいただきます。シンプルで簡単でとっても美味しくできました。口の周りがマヨネーズだらけになっちゃいます。あっという間に最後の一口。ガブリ。車の中の至る所にだるまさんがいますが、全部でいくつあるでしょうか。ごちそうさまでした。お片付けをして次の目的地へ向かいます。ジャクリーの残りの電力は 58%。 もう一泊できちゃいそうです。ちょっと分かりにくいんですが、車が塩まみれになってました。海の近くでずっと強い風が吹いていたので、今日はお家に帰る前にしっかり洗車をします。そして下田に行ってお昼ご飯はサザエのつぼ焼き、金目鯛のカツ丼を食べました。金目のカツってどんな感じだろうって思ったんですが、衣と卵とおつゆが優しく金目鯛を包み込んでいて、揚げ物なのに何個でも食べれちゃうっていう美味しさでした。西伊豆、南伊豆、下田、どこも景色がとっても綺麗で美味しいものもあって楽しかったです。次は東伊豆の方にも行きたいと思います。最後はしっかり洗車をしてからお家に帰りました。自動の洗車機すごい面白かったのでハマっちゃいそうです。最後までご視聴ありがとうございました。
この動画が良かったなって思う方は高評価ボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。